時代の王者を見届けてきた東京競馬場に今18頭の物語が同じ空を見上げます。ようこそ日本ダービーへ。本馬場入場です。上原帝国のワシライスアドラーが府中の森を支配する。半世紀を超え史上最年少ダービージョッキー誕生へ。22歳佐々木大輔。変幻自在の客室で七色の疾風吹き抜ける。秘めたる才を摩天楼まで届け。摩天楼ゲイルと横山和夫。強運こそダービー馬の定め。運命の滑り込み、その名はケントン。数えて27回目 G1 初制覇をここで飾るか関内雄二。過去4頭のダービー馬が生まれた毎日杯から今年の顔はアルトラムス。この舞台2度の惜敗横山武史が今度こそ。脳裏に焼き付く戦慄のディープ記念。幼き才能は皐月の涙で怪物の輪郭を宿しました。いざ勝負、バステールと川田優雅。あの日父が残した飛行機雲は6年後の今日へと続いていました。親子3代無敗の継承。西の空からコンジェスタスと西村敦也。サムソン以来20年待ち続けたファンに忠誠を誓う名将8校の物語。その一途な走りをマイケル・ディーがリードします。初夏の府中、いや真夏の府中に湘南の風。さあ上がりまくる季節がやってきた。4泊流星彷彿させる湘南ガルフと浜中卓。皐月賞をパスして狙いすました大一番。ダミアン・レーンが大胆不敵にアウターシアと世代の序列を一変させます。展望の名を待つ才能、その視線はダービーに向けられました。まだ見ぬ景色へジャスティン・リスタとハッピーバースデー酒井流星。皐月の借りはここで返す。屈辱の助演から今日こそ主演に。今度は俺の牙城だリアライズシリウス。積み重ねた23年の日々が一等星の輝きに変わる津村明秀。開業3年目福永厩舎のダービー初挑戦。サックをかけた52歳岩田康成が全てを捧ぐ。アスクエジンバラと俺の夢をもう一度。芸術の末脚パントルナイークに絆3区の悲願は託されました。親子3代ダービー普及の名作をここに完結。クリストフ・ルメール。ダービー6勝武豊と青葉のジンクスに終止符。無敗の三冠馬コントレイル3区の筆頭へ。ゴーイントゥースカイが日本ダービーの空を突き抜けます。願いは皆同じ。今日はスタート全集中。オンリーワンの瞬発力を刮目せよ。フォルテアンジェロにはダービー初騎乗荻野極む。不完全燃焼の皐月リベンジ。上原厩舎の対象格はターフに共鳴する緑の閃光グリーンエナジー。叩きつけた扉は開くのか。戸崎圭太12度目の挑戦です。この枠順から逃げるか否か、その答えが今日のハイライト。歴史の続きを許された唯一の主役。さあ越えられるか2冠の壁。皐月賞馬ロブチェンと松山公平。現役最多のトレーナーから1歳史上最高額6億4000万円のエムズビギン。今年初来日フランシスコ・ゴンサルベスとここから伝説が始まる。以上18頭の本馬場入場でした。新緑のターフが灼熱のターフに変わる。81,740人の大声援。ここで勝てばその名は歴史に刻まれます。ここで敗れてもその青春は記憶に残ります。
届かなかった夢さえ美しく見える。それが生涯一度の夢舞台。2026年5月31日、第93回日本ダービーです。王者の影宿る東京競馬場で今年も18頭のヒーローが時代の扉を叩きます。武豊とゴーイントゥスカイ、青葉賞のジンクス打ち破るでしょうか。今ゲートに収まりました3番人気。そしてベテラン岩田康成とアスクエジンバラ、続々とゲートに収まっていきます。さあ残りはあと3頭ということになりまして、最後に18番のエムズビギンを残すのみになりました。今日を迎えられた18頭の奇跡に、さああなたの願いを重ねてください。第93回日本ダービースタート。大歓声が起きた。0勝8校アスクエジンバラ、リアライズは行くのかどうか。緑の帽子アスクエジンバラ、岩田の内側リアライズシリウス津村、その前には0勝8校ロブチェン行きません。ロブチェンは行かない。松山今日は控えた。ダービーポジションを取りに行く18頭。歓声包まれて、なんと気づけばマイケル・ディーと0勝8校の上田先手を奪っていく。最初のコーナーを切っていきます。真夏のダービーになりました。カラフルな勝負服。1、2コーナーの中間地点、リアライズシリウス2番手、ロブチェンが中段外に控えていく。これから18頭が向こう正面に入っていきます。さあここからは人馬呼吸の時間になります。0勝8校1馬身のリード、ピタリとマークはリアライズシリウス、奇跡のカムバック津村貴で、その後ろからはアスクエジンバラ、最内からは22歳佐々木大輔、ライスアドラーつけました。マテンローゲイルが追走しまして、パントラナイフ不気味な存在、その後ろにピンクの帽子皐月賞馬のロブチェンです。前半の 1000m は60秒7でいきました。ロブチェンをかわしていった赤い帽子、バステール、川田優がペースを遅いてみたか。バステールがいっている。あっという間に3番手に飛びついたバステール。中段以降を見ていきましょう。ロブチェンの内側に無敗の翼コンジェスタス、さらには3番ケントン追走グリーンエナジーです。その後ろからはジャスティン・リスター、15番のポルテアンジェロ、さらにはゴーイントゥースカイ、ちょっとかかってアウダーシア、アルトラムスが追走、最後方は8番の湘南ガル。先頭は3、4コーナーの中間地点。さあ気づけばなんとリアライズシリウス、津村が前に変わっている。先頭変わってリアライズシリウス、4コーナーカーブに入っていきます。さあ津村が先頭で直線コースに向いてくる。宿命のラストスパートに入ってきた。さあ日本ダービーはあなたを待っている。リアライズシリウス先頭、0勝8号2番手、バステール3番手、ライスアドラー4番手、アスクエジンバラ苦しくなったがマテンローゲイル、染め分け棒のコンジェスタスが上がってくる。ロブチェン苦しいか。2頭の夢が交錯したゴール板。その差は願い一つ分。さあどっちか。ロブチェンの2冠か、絆の血が騒いだパントルナイーフか。最後は首の上げ下げ、執念です。わかんない。どっちだろう。わかんない。わからない。本当？こっち？やったー！ありがとうありがとうございます。本当？ロブチェンですか？本当に？やったー！ありがとうございます。本当に？大丈夫だよね？ありがとうございます。ありがとうございます。
多分ちょっと微妙やったけど、ありがとう。マジ勝負うわー、すごいなお前、本当に勝った、すごいな。うわー、ありがとう。ゆったりしたペースで流れて道中動きがありました。向こう上面ではバステールが動き、そして3コーナーではリアライズシリウスが先頭に立つ競馬。最後は追い比べになりました。パントルナイーフが先頭に立ったところに17番ロブチェン末足を伸ばしました。皐月賞はレコードで逃げ切り、そして日本ダービーは差し切り、去年暮れのホープフルステークスと合わせて世代限定 G1 はこれで3つ目、文句なく現在の3歳世代の頂点にロブチェンが立ちました。ロブチェン、その馬名の由来はモンテネグロの山の名前だそうです。名前の通りに高いところまで行きました。頂点を極めました。2020年のコントレイル以来6年ぶり25頭目の皐月賞ダービー春クラシック2冠制覇となります。今8万を超える大観衆に松山浩平騎手がガッツポーズでアピールします。管理トレーナーはリーディングトレーナー杉山春樹調教師です。杉山春樹調教師、そして松山浩平騎手、このコンビでロブチェンが日本ダービー世代の頂点に立ちました。今松山浩平騎手がウィニングラン引き上げてきます。万感の思いがこもるウィニングラン、そして調教助手さんとハイタッチグータッチを見せました。父ワールドプレミアの初年度3区です。ワールドプレミアは初年度血統登録はわずか25頭、その中から2冠馬が誕生しました。今ヘルメットを脱いだ松山浩平騎手が馬上で深々と頭を下げました。東京11レース、東京優春第93回日本ダービー、1着17番ロブチェン、2着13番パントルナイン、3着は5番のバステールです。4着14番ゴーイントゥースカイ、5着2番マテンローゲイルです。松山騎手はおそらく泣いています。松山騎手は7年連続11回目のこの日本ダービー挑戦でした。これまでは2023年のハーツコンチェルトの3着が最高着順、2017年は自身が手綱を取ったアルワインで日本ダービーに挑んだものの5着と敗れていました。デビュー18年目、管理トレーナーの杉山春樹調教師も日本ダービーは2年連続4頭目の出走で日本ダービー初制覇ということになりました。松山浩平騎手笑顔でファンに応えます。そしてロブチェンが93代目の日本ダービー馬です。ダービーか変わりましたね。いや、楽しめたよ。楽しかった。おお、大丈夫か。春様いっぱい走ったな。なあ。ほんとよく頑張ったよ。自然と涙が止まらなくなってしまいまして。